こんにちは。うさパラカフェ YouTube 視点です。今日はネザーランドドワーフの顔つきの違いとそこに関わるドワーフ遺伝子の秘密についてお話しします。画面に映っているのはサニーちゃんとパインちゃん。体が小さくて耳も短く、鼻がキュッと詰まった丸顔。まさにネザーランドドワーフらしい理想的な可愛さですよね。一方こちらの子はちゃちゃまるちゃん。少し体が大きめで耳も長め、顔もシュッと細長い印象です。でも実はこの子たちみんな同じネザーランドドワーフなんです。同じ種類のウサギさんなのに顔つきや体つきがどうしてこんなに違うのか、そう疑問に思ったことはありませんか？実はそこにはドワーフ遺伝子という遺伝の秘密が関わっているんです。今回はこのドワーフ遺伝子がネザーランドドワーフの見た目にどう影響するのかを分かりやすく解説していきます。ネザーランドドワーフの顔つきの違いはドワーフ遺伝子の有無によって決まっています。ネザーランドドワーフにはドワーフ遺伝子とノーマル遺伝子という2つのタイプの遺伝子があります。例えばサニーちゃんやパインちゃんのように鼻が詰まっていて丸顔、耳が短いタイプの子はドワーフ遺伝子を1つ持っている子。一方ちゃちゃまるちゃんのように鼻が長くて顔が細く、耳もやや長めな子はノーマル遺伝子だけを持ったネザーさんです。どちらのタイプもとっても可愛いのですが、実はこのドワーフ遺伝子には注意が必要な交配のリスクがあるんです。ウサギさんの見た目は両親から受け継いだ2つの遺伝子の組み合わせで決まります。例えばサニーちゃんはドワーフ遺伝子とノーマル遺伝子を持つママとノーマル遺伝子だけのパパの間に生まれた子です。このようにドワーフ遺伝子とノーマル遺伝子を一つずつ受け継いだ子は顔が丸くて耳が短いタイプになります。これをトゥルードワーフと呼びます。一方サニーちゃんの兄弟であるハッピーちゃんは同じ両親から生まれましたが、どちらの親からもノーマル遺伝子だけを受け継ぎました。そのため顔つきはちゃちゃまるちゃんに近く、耳もやや長め。このタイプをフォースドワーフと呼びます。このようにトゥルードワーフとフォースドワーフを交配した場合、生まれる子の半分はトゥルードワーフ、半分はフォースドワーフになります。さらにフォースドワーフ同士の交配では 100% フォースドワーフが生まれます。ではトゥルードワーフ同士の交配では？トゥルードワーフ同士を交配すると次のような割合で子ウサギが生まれます。 50% がトゥルードワーフ、 25% がフォースドワーフ、そして残りの 25% はドワーフ遺伝子を2つ持つピーナッツと呼ばれる個体です。このピーナッツの子は生きて生まれてきても体が極端に小さく正常に成長することができません。生後間もなく亡くなってしまう致死遺伝を持つ子なのです。だからこそネザーランドドワーフの繁殖を考えている方にはこの遺伝のリスクを正しく理解しておくことがとても大切なんです。ネザーランドドワーフはその小さな体と愛らしい表情で多くの人を魅了しています。でもその見た目の背景には命に関わる遺伝の仕組みがあるということ。ウサギさんを迎えるとき、そして繁殖を考えるとき、可愛いだけではなくその命の重みと背景にもしっかり目を向けてほしい。どんな顔立ちでもどんな遺伝子でもそれぞれのウサギさんにはかけがえのない個性と命があります。このチャンネルではうさぎさんの魅力はもちろん
正しい知識と命の大切さも伝えていきたいと思っています。ぜひチャンネル登録で一緒に学んでいきましょう。高評価やコメントもすごく励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。